はい、こんばんは。こんばんは。はい、本日ね、クラスターカンファレンス2023に様、ね、お越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい。こんばんは。皆さん、クラスターカンファレンスの醍醐味といえばということですね、大規模アップデートというので、大規模アップデートについての話をしたいなと思っております。皆さんですね、これ事前の情報で、リークというか公式リークがありましたが、ここにね、アイコンがいろいろ書いてますけれども、これがですね、一つ一つが何かのアップデートにですね、対応しているらしいというのですね、早速始めていきたいと思います。はい。ですね、皆さん、クラスター社はですね、これ毎回ですね、ここから始めさせていただきたいなと思うんですけれども、クラスター株式会社が、今こうやってですね、このカンファレンスを、できているのはですね、何を隠そう皆さんのおかげですということで、皆さん本当にありがとうございます。はい。クラスターが本当に、いつも大事にしているのはこちらですね。人類の創造力を加速するというミッションのもと、頑張っております。本当にですね、僕がですね、このクラスターというですね、このバーチャル空間ですね、を作っているのは、このですね、人類の創造力を加速させたいからなわけですよね。ここにいる皆さんもですね、何かしら、何かを作ったりとかですね、作ってない人もいるかもしれないですし、何をはい、そういう人たちがですね、ここに集まってくれてるかなと思うんですけれども、今ここにいる人たちがですね、のおかげでクラスターは、こうやってやっていくことができています。でですね、本日はですね、クラスターカンファレンスの醍醐味、大規模アップデートということなんですけれども、このスライドをちょっとご覧ください。ドンということでですね、はい、3つのテーマに沿って、アップデートの内容をですね、発表していきたいなというふうに思っております。でですね、1つ目の、テーマはこちらです。手触りということですね。やはりですね、皆さん本当にありがたいことにここ1年でですね、クラスターのですねを使ってくださっているユーザーの皆さんで、住んでくださっている住人の皆さんがですね、本当に多くなりました。ここにですね、毎日使ってくださっている方々もですね、こうやって、見渡すとですね、顔が見えるんですけれども、その人たちもですね、結構感じてるかなと思います。結構人増えたなと。っていう中でですね、やっぱりですね、このバーチャル世界のですね、手触り、生活のしやすさといったところがですね、本当に大事になってきているフェーズかなと思っています。ということでですね、こちらの手触りについての、発表をですね、してもらおうと思っております。ひかりさん、よろしくお願いします。はい、PM のいかりです。ですね、先に実写が出てしまうというのはなかなか珍しいかもしれないですが、向かって右側が私いかりでございます。そうですね、これは去年のカンファレンスの11点トラッキングを発表した時のものかと思います。こういったトラッキングだったりとか、あとは皆さん使っていただけていると思いますが、このカメラのレンズですね、カメラの 2.0 だったりとか、あとはサブ音声みたいなところも私が開発させていただきました。ありがとうございます。そんな私が手触りというところで、皆さんクラスターに入って一番行うアクションといいますか、一番見る光景、メニューです。メニュー一番触りますよね。はい、一番見るということはやはり一番使いやすくしていかないといけないなと考えました。ということでですね、こちらを紹介したいと思います。映像お願いします。
はい、ということで、メニューが新しくなります。メニューがね新しくなるというところで、こちらですね、スマホ、PC 版のデザインをまず刷新させていただいております。そして、より欲しい情報にアクセスしやすく便利で、楽しいメニュー画面というところで、最初の方に映ってましたけども、真ん中のねアバターは触れたりとか、いろいろできますので、そういった意味でも、自分が今どういう状態かみたいなのを確認しやすくなっているかなと思います。そしてですね、VR メニューも、開発中でございます。こちらは、追って、また連絡をしますので、まずは PC スマホのメニューが新しくなるよというところをご認識いただければと思います。はい、少し深掘って話させていただくと、アバターの選択画面だとか、プロフィールはもう完全に初ですね、クラスターの中で編集できるようになっていたりとか、はい、ストアの遷移が追加されたりだとか、ワールドの詳細がだいぶ変わりましたね。こういうところで、変化をつけていって、楽しんでいただければと思っております。リリース日気になりますね。こちらは7月の中旬となります。割と早いかなと思いますので、そしてですね、こういう見た目手触り UI の部分、まだ、メニュー以外にも少し変えうるところあるかなと考えております。ということで、アバターメーカーの UI が新しくなります。ということで、今はね下にビーッとこうスクロールするものが表示されていてという UI になっていると思いますが、こちら少し掘り下げますと、衣装が形状ごとまとまるようにこう、見やすくなっているというところが左側かなと思います。そして、色ですね、はい、色を合わせるみたいなトグルもありますけれども、映像の中にあったように、色を合わせて変更したり個別に変更したりということが、できるようになりました。来週です。はい、結構近いですね。なかなか急なリリースだと思うし、来週から使っていただければと思っております。はい、ということでモーションの大改善を行おうと考えております。改善の内容としては歩きジョギング走りというところで、それが歩きのモーションを入れようと思っています。こちら初期のリリースでは、PC にはちょっと入らないんですが、モバイルの方と、あと VR は、先にこのトラッキングの方が優先されますので、動きはこっちなんですが、スティックを思いっきり倒すことで移動速度が今よりも、速い段階が生まれるというふうに認識いただければと思っております。そして真ん中ですね、現在の走るに該当するものをジョギングとしまして、こちらのモーションを改善しています。ジャンプだったりとか、着地ですね、これを右側の着地に関しては、はい、右側の着地に関しては、高いところから着地した時にこう沈み込むよという感じになりますので、そういったものが追加されると思っていてください。7月の初旬を考えています。さらにですね、こちらのモーションですが、リリース後さらにアップデートを予定しています。クラスターステレオに対応いたします。8月の初旬にリリースを予定しております。ということで、夏をね、しっかり楽しんでいただければと思います。ではまたお会いしましょう。さようなら。はい、
皆さんいかがでしたでしょうか。もっとこうしてほしいなって思うようなところっていうのはですね、たくさん要望を上げてください。それがですね、これから先ですね、どんどん、集中しながらですね、改善していきたいなと思っております。はい、ということでですね、皆さん、よろしくお願いします。早速2つ目いきたいと思っております。つながり、こちらの方に出てきていただきましょう。はい、ありがとうございます。トミネです。よろしくお願いします。つながりということでですね、はい、クラスターをもっとつながりが生み出されるような場にしたいということで、つながりについての機能の発表をしていきたいと思います。まず1つ目がですね、写真フィードということになります。よりですね、皆さんの生活にこうもっと寄り添ってサービスにしていきたいなというところで、まず1つ目がこちらの機能になります。よりつながりを深めていただくためにはですね、クラスターの中で写真をね共有できると楽しいんじゃないかなと思って考えています。で、当然ですね、いいねとかコメントもできますし、ちょっと次のスライドいっちゃいますかね。こんな感じですね。いいねがつけれたりとか、その投稿写真にコメントもつけれたりします。で、投稿された写真っていうのは先ほどのフィード以外にも各ワールドとか各イベントのページからもそのワールドで撮られた写真の一覧っていうのが見れるようになります。で、リリース日がはいということで8月の初旬を目指してますので、はい、じゃあ次の機能です。というところでこの2つをですね解決していきたいなというところで、今回、スペース機能というものを考えています。はい。でちょっとですね画面だけだと分かんないと思うので少し説明していきたいんですけれども、こうスペースってちょっと新しい言葉なんですが、まずですねスペースを中心にですねトップの画面を変えていこうと思ってます。そういうタグをつけていただくことで中でどんな話してるかっていうのが分かりやすくなると。でもう一つですね、さっきの嵐の対策っていうようなところでスペースを立てた方にオーナーとして権限を紐付けさせていただこうかなと思っているので、スペースオーナーの方がちょっと困った人来ちゃったなっていう時はキックしたりすることができるようになるということで考えています。こちらもリリース日が、8月の初旬となっております。はい、はい、次のスライドです。はい、はい、これ皆さん見慣れたホームですね、クラスターの。これキャンプ場みたいなホームで、なんでキャンプ場なのって言われることもよくあるんですけど、昔ねホーム作った時に社長と話して VR で始めた人が初めて来る空間になるんで落ち着ける場所がいいなってことで焚き火とねキャンプっていうことで選んだんですけども、皆さん自分だけのホームにしたいなってやっぱり思いますよね。ちょっと動画を持ってきましたんで流していただけますでしょうか。はい。ホームをですね自分の好きなワールドというかですね見た目にカスタムできるよということになります。当然クラフトなので作っていただいたものを自由に変更していただくことができます。なのでですねこのテンプレートをベースに拡張していっていただいてもいいですし、全く全部消しちゃってね新しく自分で一から作っていただいてもいいですしっていうことで自分のオリジナルのホームを作ろうという機能になってます。動画お願いします。
ちらのリリース日なんですけれども、はい、ということで再来週ということで、これだけちょっと急に近い感じになるんですが、はい、アップデート近くになっておりますので、楽しみにお待ちください。はい、ありがとうございます。はい、というわけで私は以上です。ありがとうございました。続きお楽しみに。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、特にですね、スペース機能なんていうのはですね、なかなか攻めた、設計をしております。ただですね、僕たちもですね、これは言い訳ではないんですけれども、結構手探りな部分があります。より良い、クラスターのでですね、ライフをですね、皆さんに、送っていただきたいなと思っております。でですね、機能によってはですね、うまくいかなかったなみたいなのだったりとかですね、ルールによってはうまくいかないなみたいなところがあるんですけれども、そういったところはですね、多めに見てもらいつつですね、どんどん要望を上げてくださればと思いますんで、よろしくお願いします。はい、クラスターへの要望っていうハッシュタグつけてですね、やってください。はい。特にですね、僕は、結構写真フィードはですね、期待しておりまして、皆さんがですね、撮った、素晴らしい写真っていうのをですね、たくさん見れることをですね、楽しみにしております。ということで、はい、次行きましょう。手触り、つながりときてですね、最後の1枚何だと思いますか？想像がつくでしょうか？そうですね、こちらです。始まり。よりですね、クラスターでですね、いろんなことが始まってほしいなというふうに思うんですよね。クラスターがですね、人生が良くなるきっかけになったら本当に嬉しいなというふうに思ってます。その始まりに関するですね、発表を、3人目のですね PM に発表してもらおうと思います。実は表に出てくるのは初かもしれません。クラスター社が誇るですね、最終兵器の PM がいてですね、はいので宇場さんよろしくお願いします。はい、こんにちは。皆さん、はじめまして。プロダクトマネージャーの宇場と申します。はい、うさぎで登場してますが、このアバターはですね、春のアバターマーケットで買ったアバターになります。で自分はですね、見てわかる通り、うさぎが大好きで、うさぎも飼ってますんで、このアバターをね、見つけた瞬間にいいなと思って、購入したんですけども、実はですね、飼ってるうさぎは黒なんで、この黒バージョンがね、出るといいなと思っております。はい。では最初、早速いきましょうか。最初はこちらです。はい、皆さんご存知ですかね。今、クラスターにですね、4万4000を超える世界が、ワールドが誕生してるんですね。でもこういう人ってたくさんいるんじゃないかなと思って。で、こういったところをね、まず改善しなきゃいけないのかなっていうことがありまして、生まれたのが、こちらになります。では、動画をご覧ください。はい、クラスターツアーなんですけども、まずはですね、使い方ですね、クラスターの使い方が楽しく簡単に学べるツアーということです。そして、新規登録した後ですね、いきなりバーチャルの世界に放り出されるというようなことがね、あると。ホームにね、ポンと出されて、なんだこれわからんみたいなね、ということがあったというところですね。で、ホームからですね、これもね、何度でも体験できるようになってますんで、最後ですね、この動画でもちらっとありましたが、ちょっとした演出も入ってるんですね。なので、もうこちらにいる方々はですね、ある程度もう操作方法分かってるよというような方々ばかりだと思いますが、ただですね、ちょっと忘れちゃったなとか、あとは、普段はモバイルとか PC でやってるけど、VR でやってみようかなみたいなことが確かに訪れたりすると思うんですね。そういった時にですね、別デバイスでやってみようかな、ちょっと忘れちゃったな、操作わかんないなっていう人はですね、ぜひ一度プレイしてみてください。で、よし、これでね、操作法分かったぞと自分もなったんですね。で、意気揚々とロビーに突入したわけですよ。そうするとですね、こんな感じで、ロビーの皆さんがワイワイやってますと。ただあれなんかちょっとアバターメーカー以外のアバター多くないっていうふうに気づくわけですよ。で、あれなんでこんなみんなアバター持ってんのと。なんか、
みんないろんなアバター持っててちょっと羨ましくないみたいな、いいなっていうふうに思ったんですよね。でこれなんだろうなと、バイブ2使ってんのかなと。いや、なんかそもそも VRM ってなんだと。で、これちょっと有料なのかなみたいな。でいろいろちょっとハテナが生まれまして、でちょっと考えた結果ですね、ストアにでも行ってみたわけですよ。そうするとですね、こうアバターが欲しいってもちろんあるんですけど、このアイテムいいなとか、このアクセサリー欲しいなっていうふうに、ストア見て思うわけです。で始めたばかりでですね、クラスターコインも買うのはちょっとハードル高いなみたいなことが思ってですね、なんとかしたいと思って考えたのがこういった形です。クラスターポイントと商品チケットというようなものです。でこちら何かというとですね、商品チケットを使うとですね、ストアでアバターやアイテムが買えちゃうわけですね。で、その交換できる、クラスターポイントをですね、一定数あるとですね、商品チケットに交換できちゃうと。で、商品チケットはですね、一部のアバターとかアイテムとね、こう交換できちゃうっていう形になっていてですね、で、こう無料でもね、アバターとかアイテムをね、使ってもらいたいクリエイターさんたちがね、いらっしゃるということなんでね、ストアに並んでる商品とかですね、クリエイターさんの皆さんからもうこれだっていうようなものをですね、設定していただくというような形で、こんな形でですね、チケットがあって、アクセサリーとクラフト、アバターというような形ですね、ポイントを、稼ぐとですね、こちらに交換できて使うことができるという形になります。便利なクラスターポイント、これどうやってもらえるんだと思いますよね。はい、これもらえる方法としてどういう方法があるのか、こちらの動画をご覧ください。はい、ミッション機能のご紹介です。やったことに対してですね、この実績というような、残るものが欲しいなというようなところからですね、発想から生まれたシステムになります。あるミッションですね、をクリアしていくと、もらえるような形になっていきます。クリアすると初めて分かるような、隠しミッションもあるので、いろいろとですね、探してみてください。ちょっとね、ミッションを実装されたらぜひね、いろんな行動をしてみてですね、楽しんでみてくれたら嬉しいなと思っております。ビギナーシステムというものです。これ慣れてないっていうことがね、もう分かればもう話しかけてもらえるんじゃないかなとか、あと自分と同じくですね、慣れてない人が分かれば、話しかけやすいんじゃないかなというようなこともありまして、まだね、慣れてないユーザーさんにはですね、こういった形でですね、ネームプレートにアイコンがつくようになります。で、ビギナーシステムはですね、トラベラー、ビギナー、一般ユーザーとこう3段階ありまして、でトラベラーっていうのはですね、クラスターを始めたばかりのユーザーさんですね、一部制限される機能があります。でこちらはですね、先ほど紹介したミッションの中にあるですね、トラベラーミッションというようなものがありまして、でこちらをクリアすると、制限が解除されるんですね。で、ビギナーに変化するというような流れになります。で、ビギナーになったら、これは、クラスターに慣れてきたユーザーさんですね。このトラベラーミッションをクリアしたユーザーさんで、かつ、数ヶ月クラスターで、ね、生活していると、一般ユーザーになるというような形ですね。はい。で、ここでですね、こちらです。はい、ロビーですね。結構な時間をここで過ごされているというようなユーザーさんもいらっしゃるんじゃないかなと思ってます。こういった形になりました。こちらの動画をご覧ください。
はい、ロビーがリニューアルされますですね。初めてクラスターに訪れた皆さんが楽しく、そして分かりやすいロビーにしていきたいなと思って作っております。気になるリリース日なんですけども、はい、4月中旬に、リリースを予定しております。はい、私の、発表は以上になりますけども、それではですね、この新しくなったロビーにですね、もう一足早くですね、なんか社長が向かってるそうなんで、はい、見てみましょう。はい、ドーンということでですね、はい、マイクを付け忘れるという初歩的なミスをしました。すみません。はい、ということでですね、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、大方針を言います。開発の大方針はこちらですね。人類の想像力をもっともっと加速させたい。なんとですね、クラスタークリエイターキットっていうのはですね、皆さんクラスター社のですね、本当に優秀なエンジニアがですね、たちがですね、頭をひねりながら日々ですね、ディスカッションしながら作っています。でですね、結構ですね、アップデートしていくにあたって本当に今のところ、アップデートしていくのが難しいところがあります。何かというとですね、下手にアップデートしちゃうとみんなのものが壊れちゃったりとか、なんかやばいことが起こってしまったりとか、そういうことが本当に簡単に起こってしまいます。メタバースの世界のいいところは世界自体を作ってしまえる。だからがゆえに世界自体も壊してしまえるということですね。本当に壊してしまえるというと本当に怖いところでもあり、かなり中二病的ですけどね、この世界が壊れてしまうみたいなそんな話したらなんですけれども、そこのですね、丁寧にアップデートをしていかないといけないっていうところがですね、結構足かせになっていた部分がありました。それがですね、このベータ機能があることによって、結構アップデートというかですね、どんどん皆さんに試してもらえるというような機能を今回作ったわけでございます。この話に付き合ってほしいなというふうに思っておりまして、 AI ということですね。AI に関してどんな取り組みしてきたかっていうのをですね、ちょっと喋りますとですね、クラスター社はですね、結構前からメタバース研究所っていうのを作っておりました。こちらクラスターカンファレンスで発表したのを知っていただいている方々もいるかもしれませんが、なんとですね、メタバース研究所1人目のリサーチャーはですね、AI のリサーチャーなんですよね。というのでですね、結構クラスターですね、メタバース研究所を通じてですね、この AI ×メタバースというですね、バーチャル空間でどう AI を活用していくかというような研究を行ってきました。最近ですね、ちょっとずつ、論文も出始めているというですね、興味ある方はですね、チェックしてほしいし、今後どんどん出てくるかなと思うので楽しみにしていてほしいんですけれども、本日ですね、こちらこんなことをやっているんですよっていうのをですね、ぜひとも知っていただければと思いますということでですね、クラスター社メタバースのさらなる発展のために AI チームを発足しました。はい、これね、発足したよって言ってどんなことかっていうと、本当に実際にクラスター社のですね、エンジニアの中で AI チームにですね、何人かが集まって AI に関してですね、メタバースと AI のですね、統合っていうのを図っていくっていうようなチームが発足したというのをですね、皆さん知っていただければなと思います。どんなことやっていくのっていうのをね、皆さん気になるかなと思います。ちょろっと紹介します。 AI チームの取り組みなんですけれども、レコメンデーションの、仕組みっていうのを、作っていくっていうのが一つ取り組みとしてあります。もうクラスターのメタバース研究所のですね AI の、研究者がやってる研究はですね、この 3D 空間自体をですね認識してしまう。それによってですね、こんな場所がいいんじゃないか、こういう場所がいいんじゃないか、こういうエリアがいいんじゃないかみたいなのをですね探索していくみたいな、そんな AI を、研究開発していたりするんですね。そういうのも含めてですね、古き良きレコメンデーションよりもプラスしたですね、このメタバース自体のレコメンデーションっていうのをですね、皆さんにお届けできる日が、やってくるかなと思いますんで、皆さんお楽しみに。
大規模言語モデル LLM ですね、ラージランゲージモデルを活用したですね自律型エージェントっていうものをですねこれから AI チームとしてですね今もうすでに取り組んでるんですけれども、こちら、皆さんですね手元に届くというかサービスとしてですねお目にかかることができるタイミングっていうのもですね結構早く来るかもしれませんというのですね皆さんお楽しみに。はい、そして3つ目ですね。3つ目はですね僕の大好きなワード、何かクリエイティビティということですね。AI、この生成 AI のいいところはですね、皆さんのクリエイティビティを助けるところです。やっぱりね生成 AI 出てきてからですねクリエイター職が失われるんじゃないかなんていうふうに、すごい言われることもあるんですけれども、僕のですね根幹の思想としてはですね、やっぱり AI がですね皆さんのクリエイティビティっていうのを助けてよりいいものを作っていけるようになる時代がやってくると思ってます。やっぱりテクノロジーってそういうものだと思っていますし、クラスターとしてはそういったですね AI の活用をしていきたいなというふうに思ってます。ということでですね3DCG コンテンツのですね作成支援ツールっていうのをですねこの AI チームで、取り組んでいきたいと思っております。大まかな部分は AI がやってくれて、で自分自身のですねこだわりだったりとかちょっとしたイノベーションだったりとかクリエイティビティっていうのをですね自分が追加してっていうような時代がですねそのうちやってくるというふうに思ってます。 AI とメタバースに関してはですね結構息の長い話だと思ってるんですね。でいろんな仲間を集めていかないといけないなというふうに思っています。だからこのタイミングで、こうやって発表させていただきましたというので、はい今積極的に採用中です。はいということでですねここに書いてありますけれども、AI の活用ですね、特にメタバースと AI っていうののですね一緒になった活用に興味があるようなサーバーのエンジニアの方々だったりとか、ユニティエンジニアの方々だったりとか、リサーチャー研究者の方々だったりとかっていうのをですね募集してますのでよろしくお願いします。これですね、結構重要なのがですね、これはメタバースでの AI 活用に興味があるっていうことがですねめちゃくちゃ重要だったりしますというのですね自分はこんなスキル的に大丈夫かなっていうふうに思われる方々もいるかなと思うんですけれども、結構この領域に関してはやりたいっていう気持ちの方が結構大事かなと思ってます。なぜならですねまだやってる人も結構少ないからっていうことですね。というのでですねぜひとも皆さん、興味がある方は来ていただければなというふうに思っております。一緒に未来作っていきましょう。はい、最後に1個だけ発表させてください。はい、やっぱりですねこのクリエイターがこの世界を作る、僕らと一緒にですね作っていくっていうのがですねこのメタバースという世界だと思ってるんですけれども、その上においてですね本当に大事だと思っているのが本当に経済圏を作っていくっていうことに対してクラスターはですね本気で真剣に、取り組んできています。ただですねクラスターはですね今現状、規約でですね大きなですね法人の利用だったりとかをですねクラスターに、言わずにやるっていうことに対してNG を出させていただいております。こちらですねなんでなのっていうふうに思われるかもしれませんが、これはですね僕がこの大切なバーチャル空間っていうのをですね本当に大切に思ってるからです。どういうことかっていうとですねお金が稼ぎたいだけのですね人たちに荒らされたくない。やっぱりこの黎明期においてこういった領域っていうのはですね本当に荒らされやすい。去年それを感じてくださったと思うんですけれども本当にね荒らされます本当に荒らされたくない。で結構時間をかけないといけないっていうふうに思ってるんですよ。丁寧にやんないといけないと思ってるんで、僕は完全にオープンにしながらやっていくっていうのは危ないっていうふうに思っている派です。というのでですね結構厳しめのですね制限を設けさせていただいておりました。ただですね皆さんの声も、よくよく、分かっています。やっぱりクラスターですねこの法人活動だったりとかですね、お金稼ぎっていうところに対して窮屈な部分がいっぱいあるなっていうふうに思ってます。それに関しては理解しておりますというのでですねそういえば、先ほど
ツイッターで発表出ていましたけれども、見ましたか？クラスターのですね中でクラスター外でのアイテムだったりとかの売買に関しての、ガイドラインっていうのが改めて出させていただきましたが、基本的には結構どんどんやってくださいというようなものにはなっています。どんどんですねクラスターとしては皆さんにですねお金を回してこのバーチャルな経済圏っていうのをですねちょっとずつ大きくしていくっていうのをですね手助けしていきたいなというふうに思ってます。というのでですねこの経済圏をですね加速させていくっていうのに全力で取り組んでいるんですけれども、本日ですねこちらを発表させていただきたいなというふうに思ってます。これですね、バーチャル経済圏をさらに加速するべく新会社を設立しました。はい、ということでどんなものか、結構長いことですね準備してたんですけど、とうとう発表できて嬉しいですね。これ新会社じゃんということで、クラスタークリエイタージョブス株式会社というものを設立いたしました。このクラスタークリエイタージョブズ、クラスターのですね子会社になります。クラスター社というのはですね皆さん知ってくださってるかもしれないんですけれども、メタバースだったりとかバーチャル空間というのをですね活用したいと言ってくださるですね法人の皆様からですねお仕事を頂戴してですねそれを行うことっていうのでですね収益を上げてこのプラットフォームにですねをどんどん発展させるというような構造になってるんですね。メタバースの法人案件数実は世界ナンバーワンクラスター社です。過去1年200件以上のですね案件を、バーチャル空間での法人案件っていうのをやっているんですけれども、こんなにたくさんの案件をやってる会社は他にない。しかもですねむしろですね、作る方っていうのがですねまだまだ間に合ってないっていうような、会社だったりします。でその中でもですねクラスター社、ありがたいことにいろんなですね法人の皆さんからですねお仕事をですねお預かりいただいてさせていただいてですね作っている中でですねたくさんのノウハウも溜まってきましたし、たくさんのですね、いろんな知識っていうのが積み上がってきました。でその中でですねただこの知識を使ってですねこのノウハウを使ってバーチャル経済圏をですねもっと加速させていきたいっていうふうに思ってます。このクリエイタージョブスの仕事はこちらですね。一つ目というか登場者はこちらですね。クリエイターの皆さん、バーチャル世界での経験を生かしてですねプロとしての価値を提供できるというようなですねことを手助けする会社としてのクリエイタージョブスカンパニーですね。もう一つこちらクライアント、こちらのクリエイターの皆さんと、クライアントの皆さんをですね、つなぐ役割というのをですねこのクラスターのクリエイタージョブズカンパニーが担って、お仕事させていただければなというふうに思っております。これができることによってですね安全に、案件が回していけることができるようになるかなというふうに思ってますけども、クラスターがですねその辺皆さんのことも守りながら、クライアントですね企業の価値も損ねないようにっていうことですね丁寧にですねこのバーチャル空間でのですね法人の活用っていうのをですね広げていきたいなというふうに考えています。はい、というのでクリエイタージョブズカンパニーでさっきなんで子会社なのって言ったんですけれどもビジネスモデルが、違いすぎるからみたいなところなんですね。クラスターの気になるですねこれやれるんだったら僕もお仕事したいぞ私もお仕事したいぞっていう人たちがですねいるかと思います。どんなお仕事の流れになるかっていうのをですねざっと紹介させていただければと思います。誰でもできるっていう風にはしません。先に言わせてもらうんですけれどもどんどんこれで案件が増えてどんどんクリエイターの皆さんが儲かりますなんて言わないです。本当にそんなことは起こりません。ちょっとずつやっていきたいと思います。むしろどんどん案件が生まれるなんてことが起こらないようにしていきたいなとすら思っています。はい、というのでですねポートフォリオ審査をさせていただきたいと思います。でですね案件の選択ということでですねクラスターの中で、抱えている案件というのをですね紹介させていただきますし選んでいただくというのをですねやりたいなというふうに思ってます。これはですね登録しているクリエイターだったら仕事をしたいときにできるというような、ところですね。そしてこ
こからは制作するというところですね。我々もしっかりとサポートさせていただければと思いますし、問題が起こらないように、進めていきたいなというふうに思ってます。はい。そして最後、はい、報酬受け取りということでですね、それによって、皆さんのですね、バーチャル空間でのですね、生活して、培ってきたですね、バーチャル感バーチャル感ですね。はい。まあ、これ本当に大事だと思います。バーチャル感。もうバーチャルネイティブ感みたいなのですね、お金になるんだっていうことをですね、しっかりと証明できるような、流れにしたいなというふうに思ってます。応募に必要な条件っていうのを設けさせていただいております。条件見るとなるほどねって思うと思います。この以下の2つのどちらも満たしていないと、まず応募段階で弾かせていただきます。これは、ちなみに必要条件なので、これが満たしてるから OK ってわけじゃないです。満たしていても、ちょっとお断りすることもあれば、また今度応募してねっていうようなコミュニケーションをさせていただくこともあります。1つ目、クラスターの1年以上前ですね。これ1年前からって書いてますけど、1年以上前からクラスターのですね、使っていただいて、クリエイターキットでですね、公開ワールドアップロードしていることですね。この1つ目の条件があるわけですね。そして2つ目、ご応募時の直近60日以内でクラスターに公開ワールドをアップロードまたは更新しているというのでですね、こちら応募に必要な条件がこの2つになっております。はい。しかも、ちゃんとこれがあった上で、皆さんがどんなものを作っているのかとか、どんなことをやっているのかっていうのをですね、結構厳しめに審査しますというのでですね、落ちてもですね、これはちょっと今からエクスキューズなんですけど、落ちてもですね、しょんぼりしないでください。クラスターに認めてもらえなかったとかじゃないんですよ。ちゃんと法人の仕事をするっていうのはですね、結構大変なことっていうのもあってですね、なので、結構ゆっくり増やしていこうというのも考えてます。はい。ということでですね、こんな応募条件なので、もしですね、私ちょっと試してみようかなとかやってみようかなっていう人はですね、ぜひとも来てくださると嬉しいです。詳しい情報、本日オープンなんですけども、ウェブサイトで確認できるようになってます。検索して出てくるかどうかわかんないですけれども、オープンしたばっかりなので、コーポレートサイトからはですね、飛べるようになっているので、ぜひ見てください。今ちょうどスタッフからのお知らせでメニューが、ありますね。これリンクなんじゃないかな。はい、詳細こちらからということでですね、ぜひ見ていただければと思います。はい、このウェブサイトを見るとですね、どんなことを考えて、どんな気持ちでこの会社が運営されるかっていうのがですね、分かるかなと思います。僕のですね、これだけはちょっと言いたいなと思ってるんですけれども、本当にですね、ここにいる皆さんがですね、こうやってクラスターカンファレンスにですね、来てくださるの本当に嬉しいです。毎回来てますなんていう人たちはですね、もう神かと思うかな神かというくらいですね、本当に嬉しいです。そういう人たち、本当にここに好きって書いてますけれども、はい、ありがとうございます。僕こそ好きですということですね。本当にありがとうございます。これからもですね、本当にここにいる皆さんとですね、一緒に未来を作っていきたいなというふうに思っております。このですね、バーチャルな空間、僕は本当にこの世界が大好きというのもあってですね、変な発展のさせ方はしたくないし、でもですね、この世界っていうのがですね、本当に人類にとってですね、強い影響を及ぼすようなですね、大きなテクノロジーとしてですね、どんどん発展していくっていう未来をですね、本気で信じていますというのですね、ここにいる、今日見てくださったで YouTube で見てくださってる人たちもいると思うので、見てくださってる皆さん、これからもですね、一緒に未来を作っていきましょうということでですね、本日は、お集まりいただきありがとうございました。ぜひですね、クラスターカンファレンスのですね、ハッシュタグで今日の感想をつぶやいていただければなというふうに思っております。はい、ということでですね、皆さんありがとうございました。